こんにちは、うさぎ跳びチャンネルでございます。今回はですね、2025年版としてカヨペリコ攻略をお届けいたしますが、ここ最近ですね、カヨペリコに関しては大きな変更点はないので、正直今回は動画を作るか悩んだんですけども、昨年もですね、僕の様々な動画に結構な数のコメントをいただきました。ご覧いただいている方々、コメントいただいた方々、本当にありがとうございます。で、その中にはですね、カヨペリコがまだちゃんとクリアできないっていうのも結構あったんですね。ということで今回はそういった方たちだけに見てもらえたらということで動画を作ってみました。ですので、今回の動画で紹介するのはまだスムーズに攻略ができないという方に向けて、僕の推奨する楽なやり方というか、敵にやられないで毎回安定してカヨペリコをクリアするというのを目的とした方法の一つをお見せしていく感じになります。という感じでですね、初心者の方向けというよりは、ある程度カヨペリコを何度もやってるんだけど、どうにもスムーズにクリアできないという方に向けての動画になりますので、コサとかはもちろんのこと、スパロー、そしてオプレッサーマーク2、そしてファントムウェッジを持っているという前提でお送りいたします。なので、まだオプレッサーマーク2持ってないとか、ファントムウェッジなんて持ってないよっていう方には、若干難しい部分もあるんですが、あくまでも今回は何度もやってるけどスムーズなクリアができないという方向けなので、そのあたりご了承ください。そういった感じでですね、今回ご紹介するやり方っていうのは一つだけなんですけども、カヨペリコに関しては侵入方法やその後のルートなど、本当に様々なやり方があるので、そういったものが知りたい場合や、この動画の中で紹介してない方法などに関してはですね、2024年版の攻略動画など、カヨペリコ関連の動画は結構出してますので、それらをご覧ください。そういった関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。では、ここからは解説を挟みつつ、プレイをお見せしていきます。いきましょう。では実際にプレイをしながら解説をしていきましょう。今回は多分これを一発撮りで全部お見せしていくので若干ミスるところもあるかもしれないんですけど、いろいろとちょっと解説をしながらお見せしていきます。でまずですね、コサとかを呼ぶ場合はですね、コサとかをですね、その後座礁させる関係もありまして、空港の横、この辺りに呼び出すと、効率よく調達作業ができると思います。ではまず偵察に行きましょう。まずコサとかに乗り込んだら、セキュリティサーブか MC クラブに登録、そして管理画面から偵察のスタートをしますね。で偵察がスタートしたら操縦席に座ります。そしてファストトラベルというものを使って現地の一番近くまでワープしますね。若干お金がかかりますが、潜水艦で行くよりははるかに早いので、ここはワープをしましょう。さあ、現地の一番近くにたどり着いたら、スパローに乗り込みますね。で、今からベラムという飛行機を取りに行きますが、このベラムはですね、このスパローのミサイルが2発とか当たってしまうと壊れてしまうので、ミサイルを当てないように注意してください。で遠くからバカスカ撃つと飛行機壊れる可能性が高いです。でこういったミサイルのロックオンをよく見て飛行機に当たらないように撃ちましょう。こんな感じですね。あとは撃つ角度によっては人を狙ったつもりでも飛行機に当たっちゃうので注意してください。でこれがちょっと飛行機に近い人がいるなと思ったら、無理に撃たないでですね、とっとと着陸をして普通に撃ち合いをした方がスムーズです。ちょっとこんな感じで遠目に着陸をして、あとは残ってる人間を倒してベラムに乗り込みましょう。あとは島まで飛んでいくだけですね。さあ、島に到着したらまず後ろを向いてここの倉庫に偵察に行きます。そして、セカンダリーターゲットの確認をしますね。まずは1階から。でここはですね、写真は撮っても撮らなくてもいいんですけども、後で分かんなくなっちゃうと困るので、心配な人は写真を撮っておきましょう。でここに登って今度は2階のターゲットの確認ですね。で今回はですね、やられてしまう方などに向けた動画となりますので、
ちょっと複雑なやり方とか難しいやり方は全て省いてやらないでいきますね。なので、セカンダリターゲットが不十分な場合、本来はですね、こっちの倉庫に向かって、ターゲットを取ってバッグを満タンにするという感じになるんですけども、こっちの倉庫を取るにはですね、結構敵の動きを把握したり、撃つ場所、敵を倒す場所などが限定されるために、まだちょっとクリアができないっていう人に向けてだと若干難易度が上がるので、今回は一応こうやってターゲットは見ますが、フィナーレではそちらは回らないという前提でお送りいたします。ですので、こっちの倉庫も取りたいとか、他の場所も回りたい、確実にエリートチャレンジをクリアしたいという方は、過去の動画をちょっと参考にしていただけたらと思います。さあ、島の監視塔までの行き方なんですが、まずここの赤い花、ここを目印に右に入っていきますね。で、ここを進んでいったら、この辺りで、建物の残骸のようなものが正面に見えるので、それの左横をこうして抜けていきます。そしたら、ここを抜けていくとまた赤い花があるので、そこを曲がって斜めにこの岩のへこんだところがあるので、そこを目指してまっすぐ進みますね。そしたらですね、岩場のこの辺りを目指して、ここの木の左横をすり抜けるような感じでまっすぐ進んでいってジャンプをしますが、その先の監視塔の視界がこっちに向いてないタイミングを見計らって進んでいってください。でなおですね、岩場をジャンプするには岩場に差し掛かった状態でウィリーをすると高く飛ぶことができます。で今回はここをジャンプで抜けていきますが、ここはこのジャンプが苦手な方はジャンプをしなくても行くことができるので、そのあたりまた過去の動画をご覧ください。さあこの辺りはゆっくり進んでいって、正面の道をトラックが行き来するので、そこに見つからないようにゆっくり行きましょう。そしてこの辺りを抜けて、この先の道も車が行き来するので注意しながら行きましょう。あとは監視塔に向かっていくだけですね。で監視塔の黄色いマークのところに赤い敵のマークがある場合は、ここから先はバイクで入ってしまうと見つかります。敵のマークがない場合はここまでバイクで入っても大丈夫ですね。でここに敵がいる場合ははしごを登っていく感じになります。敵がいない場合は1階にハッキングの機会があります。ここでですね、ハッキングをするんですが、それが終わったらですね、ベラムで戻るのではなくて、セッション移動して戻ってしまった方が早いので、その準備をしておきます。ここのプリファレンスというところで出現位置をコサとかに変えておきます。ここは十字キーを右に3回でメインターゲットを確認しますね。で今回は完全にソロプレイでの攻略となりますので、メインターゲットだけを見れば十分なので、あとは絵画を撮る場合はオフィスなんかを適宜確認をするようにしてください。さあ、ハッキングが終わったので、セッション移動して戻ります。さあ、コサとかに湧き直しましたね。さあ、ここでコサとかの位置を一応確認をします。でおそらくはこの場所に湧くと思うので、ここに湧く場合はですね、メリーウェザーの基地がすぐ近くにあるので、基地というか倉庫ですね。なので、まず、調達の準備に関しては、武器の調達からスタートしますね。さあ、管理画面にやってきました。まずは武器。これはですね、何でもいいんですけども、アグレッサーを僕は使うので、これを選択しますね。で今回707ベスプッチということで、スムーズにいきますが、ここでメリーウェザーのパターンを引いてしまったら、もちろんやってもいいんですけど、僕の場合は時間がもったいないということで、必ず引き直しをするので、コサとかミサイルなどを使って、相手のヘリを壊して再度引き直しをしますね。そのあたりもちょっとちゃんと見たいという方は過去の動画をご覧ください。概要欄にリンク貼ってあります。さあ、スパローに乗ってですね、目的の場所まで飛んでいきます。さあ、ここでですね、スパローでこのまま707ベスプッチの屋上に着陸してもいいんですけども、逃げるときにですね、スパローだとちょっと飛び立つのに時間がかかって、なおかつ敵に攻撃を受けた場合に非常に脆いので、ここはスムーズに行くんであれば、
オプレッサーマーク2を準備して、それに乗り換えていってしまった方が帰りが楽ですね。このあたり、自信がある方はスパローでそのまま行ってください。さあ、オプレッサーマーク2に乗り換えました。さあ、ここでサプレッサー付きの銃を用意して中に入っていきますね。まずはこのガラス越しに見える敵の頭に照準を合わせます。で、防弾ガラスなので一発では敵に当たらないため、一発撃ってドアを開けて、開いたドア越しから敵を撃つような感じになります。そしたら奥に進んでいって、この2人をヘッドショット。そしてこの影からもう1人をヘッドショット。これで敵に見つからずに隠密で行くことができますね。さあ、帰る時のエレベーター。十字キーの右と左で地上か屋上かという選択になるので、これを間違えると最悪なことになるので注意してください。十字キーの左を押して屋上に出ます。さあ、あとは小里課にこれを持ち帰るだけですね。でさあ、今回はですね、小里課を座礁させる前にスタートしたので、ここに小里課に直接戻るのではなくて、小里課を座礁させたい場所のあたりに行って、小里課を再度呼び出しをかけますね。このあたりですね。そして出てきた小里課に乗り込みます。はい、調達が完了しました。さあ、ここでですね、この後の調達がやりやすいように小里課を砂浜に座礁させに行きます。ちょっと天気が悪いんで、本来ですね、ここの正面に高層ビル群が見えるので、それを目印に進んでいくと非常に分かりやすいです。で、左下のマップをちょっと大きくしてあげて、砂浜に垂直に、直角にこう突き刺すような感じで進めていきますね。で、砂浜が近づいてきたら、上から見るような画面にこうして切り替えてあげて、砂浜に頭がちょこっと入ったあたりで、これを止めるような感じになります。この辺ですね。でそうすると小里課が斜めになりにくいんですね。そうするとこの後の調達をするときにオプレッサーマーク2を非常に止めやすくなります。さあ、乗り物調達はロングフィンパワーボートで行きますんで、それを取りに行きます。で、ここでスパローを戻し忘れてたので、呼び戻しますね。リターンオプションでスパローを呼び戻します。そしたら目的地の警察のところまで行きましょう。で、今回はですね、最初に説明したように、ファントムウェッジを使うやり方をお見せしていきますので、それを持ってないという方はですね、過去の動画で、細かいやり方解説してますんで、そちらをご覧ください。でもう警察署の近くに着いたら、ファントムウェッジを呼び出す準備をして、スパローを着陸させますね。で、この時にですね、警察に近づきすぎると、手配度がついてしまったりするので結構めんどくさくなるんで、ちょっと離れたところの方がいいですね。さあ、ファントムウェッジに乗り込んだら、スナックを準備して警察に入っていきます。こういう状態ですね。で、こういったトレーラーに関しては、後ろから撃たれてる間は、ほとんどダメージは入りませんので、そんなに焦らなくても大丈夫です。で、正面に警察が来た時に、攻撃を食らってしまうので、その時に焦らずにスナックで回復しながら、きちっと接続をできるようにやりましょう。はい、接続完了。そしたらやられないように一旦外に出ます。そして一定の距離、適度な距離で構わないので、警察から離れたら、このファントムウェッジから降ります。これぐらいでいいですね。そしたらですね、この車からちょっと離れて、粘着爆弾などを使って自爆しちゃいます。こんな感じです。こうすることによってですね、手配度が消えますので、あとはファントムウェッジに戻って、のんびりと目的地までドライブをするだけになりますね。はい、到着しました。完了ですね。そしたらここで、ファントムウェッジをしまって、オプレッサーマーク2を呼び出します。さあ、次はプラズマカッターの調達。さあ、目的地に着いたら中に入ってすぐにカメラを起動します。
そしてその場で写真を撮って、ちょっと前に進んで、あとは外に出れば、これでもう完了になりますね。奥まで行かなくても大丈夫です。さあ次の目的地に着いたら、オプレッサーマーク2のミサイルなどで敵を蹴散らして素早くターゲットを取ってとっととその場を去りましょう。時間をかけてると後から追っ手が来るので攻撃を食らうことになっちゃいます。こんな感じでとっとと逃げましょう。さあ続いてはクローンメーカーの調達ですね。で次の場所はですね、中にいる敵を全て倒すという感じになるんですけども、僕の場合はですね、いちいちそれを倒しているのがめんどくさいので、ロケットランチャーを一発撃ち込んで、自爆する感じで敵を一撃で一掃します。で、この辺を狙ってドカンと。これで敵は全滅して、なおかつ中の火事ももう一度入る頃には収まってる感じになりますね。ただ、早くできすぎちゃうので若干ここで待たされます。なかなかこのハッキングが反応してくれないんですね。で、あとはここのハッキングを完了させて、また次の目的地に行きます。で、ここはこの後の敵の追っ手がめんどくさいのでカメラを壊しますね。で、中に入ったら一番奥まで行きますね。ここは一番奥に必ずあるので、奥まで行って机の周りをぐるっと回るだけで OK ですね。はい、完了しました。最後ですね、カッタートーチ。で、これはですね、工事現場には必ずヘルメットがありますので、それをかぶっていくと敵に見つからないで済みます。で、ミサイルで敵を全滅させてもいいんですけど、ヘルメットをかぶった方がスムーズだと思います。で、ただですね、ヘルメットをかぶったとしても、敵の視界に一定の時間入り続けたり、敵に接触したりすると発覚状態になるので、攻撃されることになるので、敵の視界や動きには注意してください。で、これらヘルメットの場所がわからない場合は、工事現場によって違うので、そういったものが細かく知りたい場合は申し訳ないんですけども、過去の動画をご覧ください。さあ、運よく1箇所目にあったので完了ですね。あとはこれを届けるだけですね。コサとかに戻りましょう。さあ、これで準備が完了したのでフィナーレに行きます。乗り物はロングフィンパワーボート。侵入地点はメインドック。屋敷の侵入地点は下水トンネル。脱出地点はどこでもいいです。僕のやり方だと必ず同じ場所から逃げるので、ここの選択はどこでも構いません。時間帯は昼間の方が見やすいですね。では行きましょう。さあ、ここから開始したら、まずは左に大きく旋回します。そしてマップでですね、この辺り、飛行場に向かっていきますね。で、方向がよくわからない場合は、左下のマップをこうしてちょっと大きくしてあげると分かりやすいですね。そして、ここに向けてボートを進めていきます。で、ここにボートを止めるんですが、ここの止める時のボートの向きが非常に重要でですね、この後ろにあるスクリューを極力島側に向けた方がいいんですね。あれ、ちょっと入ってくる角度が悪かったんで、本当はもうちょっとボートの先を右側に向けたいんですけども、これ以上ちょっと無理にやるとボートが座礁してしまうかもしれない。どうしよう。いや。そしたらですね、ボートを降りたらここの倉庫に向かいますね。で、ここの倉庫の前にいる警備兵が向こうに行くときに後ろにくっついていくような感じにします。ここの敵兵は倒さないでいきますね。そしたら1階のターゲットを取りますね。
で、1回が終わったら、フォークリフトを使って2回のターゲットを取ります。で、ここでバックが満タンになっていればエリートも狙えますが、バックが満タンになっていなくても、まだちゃんとクリアができないよという方は、まずはここだけ。そしたら、倉庫を出ますね。で、倉庫を出るときに敵の動きに注意しながら、敵が通り過ぎたら、ここを出るような感じにしてください。はい。こういう感じですね。あとはボートに乗って屋敷に向かいます。あれ、ボートがない。流されてる。思ってた通りですね、先ほどの角度だと、こうやってボートが流される可能性があります。もうちょっとですね、ボートを角度をつけて、スクリューが、島側に向くように、ボートの頭が海側に向くように止めると流されにくいです。で、今回はこうしてボートが見えたからいいんですけども、戻ってくるのに時間がかかった場合は、もっと遠くまでボートが流されてて、戻ってきたらボートが消えてるっていう感じになることもあるので、ボートがなくなったっていう方は、おそらく流されて見えなくなっちゃってる状態だと思いますので、ボートの止め方に注意するようにしてください。そしたらここから屋敷に向かいますが、先ほどと同じように場所がよくわからないという方は、左下のマップを十字キーで一度大きくして地図を広げた状態でこうやって確認をしてあげると分かりやすいと思います。この辺りを回っていきますね。で、この辺りで飛び込んですぐにリブリーザーを装着します。そして地下から入っていきますね。さあ、スタートしたら、こっちに向かいますね。で、こちらに進んで、ジャガーノートというドクロマークの敵がこっちに来るのを確認して、そしたらここで待機してですね、その敵の視界がこっち方面に向いたら、ここを進んでいきます。そうすると真横を通っていても見つかりません。そしたらここを進んでいってよじ登りますね。で、こっちに進んでいって、で、この先の敵は、ここを行ったり来たりしますので、この敵と鉢合わせないように敵の動きを確認しながら、ここに進んでいきますね。で、ここで、この階段は左の隅を登るようにしてください。こんな感じです。そうすると、ここの敵にも見つからずに普通に進めます。そしたらこっちに進んでいって、で、この先も敵がここを行き来しているので、その敵と鉢合わせないようにここを進んでいって、左に進んでいきます。で、先ほどのところにぐるっと回って戻ってきた感じになりますね。で、この敵は動かないので、この後ろをこうやって歩いていきますね。そしたらここに来て、次の敵が来るのを待ちます。ここで後ろを通っていきますね。そしてここの隠し金庫を開けますね。そしたらここでハッキングをかけて地下に降ります。さあ、メインターゲットを取ったら来たルートを戻ってエレベーターから上に上がりますね。そしてここに戻ってきたら、このまま来たルートを戻ります。そしたらこっちに行きますね。で、この先は敵が横切るので、タイミングをちゃんと見てください。
で、ここに敵がこうして横切ります。で、こっちに行ってからここを通り抜けますね。そしたらここを降りて、で、ここからよじ登ります。で、この先も敵が行き来してますので、そのタイミングをきちっとマップを確認しながら、敵に見つからないようにタイミングを見てください。この辺にいれば見つかりません。ここでじっくりと敵の動きを観察しましょう。来ましたね。これが向こうに行ったら、その後をついていくような感じすれば、見つかることはありません。ただちょっと左側に行き過ぎると別の敵に見つかるので注意してください。で、あとは黄色いマーカーに入って、銃を一切使わずに、敵にも見つからずに屋敷から出ることができますね。さあ、あとは正面のバイクを奪って逃げるだけですね。ここの敵を倒してバイクを奪います。あれ？見つかりましたね。サプレッサーがついてない状態だったっぽいですね。銃声で気づかれたっぽいです。以前のカヨペリコはですね、サプレッサーというところを選ばなくても勝手にサプレッサーがついてたんですけども、どうやら、それが修正されてるっぽいですね。サプレッサーというのを選んでなかったので、銃声で発覚したようです。これはですね、スタートするとき、フィナーレをスタートするときにサプレッサーというものを5000ドルかな、払ってつけることができますので、それを装着すれば今のところは発覚はしないはずです。そして敵を倒した後は、なるべくスムーズにバイクに乗って今お見せしたように崖から飛び込んで、こっち方面に泳いでいけばもうこれでクリアになります。で、ただちょっと時間がかかりすぎると先ほどのバイクの敵、死体が発見されてしまって発覚状態になってしまうので、なるべくスピーディーに行ってください。さあ、これでクリアしました。結構今回は解説のためにゆっくりと進んできたんですが、ちょっと見てみましょう。13分ですね。エリートチャレンジの時間もクリアしております。略奪バックに空きがない。さあ、エリートチャレンジクリアになりました。先ほどですね、バイクを奪う際に敵に発覚したんですが、それでもエリートチャレンジはクリアとなってます。で、これはですね、屋敷に出るまでが、発覚をしなければ、その後は見つかってもエリートチャレンジに影響はないという感じになってます。なので、お見せしたように屋敷の中をきっちりこなせば、エリートチャレンジは毎回取ることが可能になりますね。そもそもサプレッサーを使えば外の敵にも見つからないので、敵に一切見つからずに、バイクを奪う時だけ敵を倒すという感じで、あとは一切敵と接触せずにクリアをすることができます。ということで、今回は2025年版というよりは、どうしても敵に見つかってしまうんだという人のために、カヨペリコの攻略をお届けいたしました。何度も動画内でもお伝えしておりますが、この他のやり方だとか、細かいやり方に関しては、過去の動画で何度もご説明しておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。